今日は何ヶ月も前からずっと行きたかった美術館に向かっています。お天気はまさかの土砂降りで予約の時間より遅刻気味なのでタクシーで向かっています。あと普段はジンバルを使うことが多いんですけど、今日は DJI のカメラを使ってます。使うのに慣れてなさすぎて変な画角になったりしてるんですけど、ご了承ください。今は六本木にある森美術館に向かっています。前回森美術館に行った時は確かマシンラブ展っていうのがやってて、その時はルーヤンさんっていうめちゃくちゃドタイプな作品を作ってるアーティストさんに出会いました。今日はどんなアーティストさんに出会えるのか超ワクワクしてます。ジュリはもともと現代アートが好きで、何年か前に森美術館に行った時はバスキアのキャップを買いました。でも結局もったいなさすぎて一回も使ってませんなんか使わないともったいない気がしてきてから、これを機に使おうと思う。今日はあえて作品とか何も調べずに来ました。と言っても TikTok で調べちゃったからちょっとは知っちゃってるんだけど、お目当てのアーティストさんとかはいなくて、なんか出会いがあったらいいなって思ってます。あとちゃんと美術館を意識したファッションできました。やっとエレベーターに到着。今日見に行くのは六本木クロッシング2025。今2026年なのになんで2025なのって思ったそこのあなた。なんで2025年かというと、このクロッシング展は3年に1度しか開催されないんです。2004年からシリーズが続いてて、私は来るの初めて。どんな展覧会かわかりやすくまとめると、日本の今の現代アートを全部まとめて見れるよって回です。日本の現代アートシーンの定点観測的な、今をときめく現代アートのアーティストさんたちの作品がぎゅーっと集まってて、今の日本のアートがどこに向かってるのかがわかるっぽい。ちなみに今回のテーマは時間らしい。公式のサブタイトル的なやつは時間は過ぎ去る、私たちは永遠だったよ。最初このタイトル見た時は逆じゃないって思ったんだよね。だって時間は過去も未来も永遠に続いていくけど、人はいつか終わっちゃうんじゃないかなってジュリは思った。だからこそこのタイトルはあえてつけてて逆説を意味してるんじゃないかなって思う。時間ってずーっと存在しているようだけど、同じ時間は二度と戻らないし、今こうやって喋ってるこの瞬間はすぐに過去になっちゃうんだよねって考えると、時間は永遠じゃなくて常に失われていってるものなのかなって思った。でもさ、本当に今感じたんだけどさ、今こうして話してる瞬間は時間が過ぎてるかもしれないけど、この動画が消えない限りはずーっとこの声が残っていくよね。それってある意味このタイトルの私たちは永遠に繋がってる気がする。正直この美術館にいる瞬間はこのタイトルの本当の意味が腑に落ちてなかったんだけど、今喋りながらすっごい実感したつまりこの動画こそが私たちは永遠の象徴じゃん。いや本当にこれが合ってんのか作者に答え合わせをお願いしたいんですけどできないので、ジュリがこの美術館に行った教訓なのかな。美術館って作者がどんな気持ちで何を伝えたくて作ったんだろうって調べちゃうのも面白いけど、こうやって自分なりに糸を噛み砕いて新しい価値観がどんどん生まれていく感覚がして、すっごい美術館って楽しいなって思う。あとめっちゃたまたまなんだけど、クリエイティブディレクターとして関わらせていただいてるお仕事のテーマが時間と似てて、ずーっと行きたいなって思ってたこの美術館とマッチしてて本当にびっくりした。これも何かの巡り合わせなのかなって思ってる。でもさ、逆に考えるとさ、私たちは永遠って感じるためにはこの世に何かを残さないといけないのかなって思うよね。ジュリだったらこういう動画とか SNS の発信も当てはまるけど、人との会話とかも記憶っていう形で一生残るとしたら、もっともっと大事に生きないとって思うよね。まあでもさ、そんなこと言ってもさ、記憶がいつまで残るかもわかんないよね100年後1000年後にもこの記憶があるかどうかなんてわかんないしさそんなこと言ったらさ、1週間前のさ夜ご飯何食べたかとかも全く覚えてないじゃんって考えると、永遠ってものが存在するかどうかも正直わかんないよねなんちって、そんなことを考えてたら面白そうなコーナーにたどり着きました。ここでは人生のシミュレーションゲームができるらしい。まさかの参加型の作品で実際にゲームができるみたいなのでやってみるよ。今からは真面目にゲームしている姿をお届けします。まず他人の人生と自分の人生どちらをプレイするか選べたよ。ジュリは面白そうだから他人にしてみた。どんな人になるんだろう。ワクワクドキドキ。沖縄県在住の40歳で性別はその他。今からこの人になって人生を歩んでみます。こ
この人の人生における願いは何だと思いますか？まさかのドショッパチから難しい質問が来ました。例が有名になりたいって書いてあったんだけどさ、正直めっちゃ悩んだ。私が選んだのはちょっとありきたりでつまらないかもしれないけど、幸せになりたいにしました。幸せって簡単なようで難しいし、誰しもが求めてるものなんじゃないかなって思ったから。空になりたいとか鳥になりたいとか選んでたらどうなってたんだろう今実際に AI がこの人の詳細を作ってます。今私は山下楓さんになりました。職業は物流ドライバーで夫婦二人暮らしらしい。自分の性別がその他ってことは相手の方の性別もその他っていう認識でいいのかな。日々の忙しさに追われパートナーとの時間も減りがち。将来への漠然とした不安が募る中、友人が新しいビジネスを立ち上げる話を聞き、自分の人生を改めて見つめ直すきっかけとなる。パートナーのケイタと将来について話す中で、2人の関係性と経済的な安定、そして自分たちらしさの間で揺れ動く。現状維持か変化を求めるか決断を迫られる。ちなみにジュリは即決で変化を求めるを選びました。ジュリの性格上、現状維持ほどつまらないものはないと思っちゃうので仕方がない。そのおかげでビジネスには成功したけど、業務に追われて睡眠不足が続き体調を崩しがちに。そしてパートナーとの時間も減ってしまった。そんな中パートナーに長期旅行を提案される。でもその時期は仕事の準備と重なり頭を抱える。つまりこれって私と仕事どっちが大事なの的な選択？もちろん君だよってことでパートナーと旅行へ行くを選びました。そんなタイミングで私はこのゲームに飽きちゃったのでやめるを選択しました今になってめっちゃ続きが気になる。これが選択の後悔ってやつですねってことで、楓と健太の将来が気になって仕方がないんですけど、お土産コーナーにやってまいりました。いやー、なんで本当にやめるを選択しちゃったんだろうね。確かね、あの時ね、めっちゃ暑かったんだよね。あと他のお客さんたちがね、並んでたからね、ちょっとね、気使っちゃった。あのシミュレーションゲームがしたいがためにもう一回行きたいな。でもあと自分の人生のシミュレーションゲームもしてみたかった。でもある意味そんなこと言ったら人生ってシミュレーションゲームみたいな感じだよね。むしろリアルシミュレーションゲームだと思う。でもそれで言うとジュリー、人生は全て決まっている説を説いてて、もちろん生きていく中でいろんな選択肢はあるんだけど、どれを選ぶのかってもうすでに決まっているものだと思ってて、ジュリーにとっての人生は一本の映画をずーっと再生しているって感じ。それが B 級映画なのかアカデミー賞受賞の映画なのかは最後まで見てみないとわかんないし、逆に言えばアカデミー賞受賞の映画でもあんまりだったなーって感じる人もいるわけでしょ。つまり人それぞれみんないいってこと。自分が楽しかったり納得がいくものだったら何でもいいやーって思います。みんなそれぞれが自分の映画の主人公的な、それで言ったらまだまだなんも足りてないなーって感じました。つまり何が言いたいかっていうと、時間は過ぎ去る、私たちは永遠って思えるように、この世に何か残せる日まで頑張り続けるぞー。ちゃんちゃん